Hey guys, I'm Japanese street Hashiriya. 日本人は海外でもよく言われる労働をしすぎてるんじゃないかっていう話をよく聞くんですけど、それはその通りだと思ってて、残業時間とか人によっては月何十時間してる100時間してる会社もあれば月10時間の会社もあるし、それぞれバラバラではありますけど、やっぱり今の日本は税金だったりとかっていうのがすごくたくさんあるので、正直その労働しなければ生きていけないっていうのは全国共通だと思うけど、そんな中で日本はやっぱり他の国に比べてお金っていうものをたくさん稼がないといけないんじゃないかなって考えてます。私の名前は紅です。年は20歳で、東京で生まれて東京で育って今も東京に住んでます。私は2年前に高校を卒業して、そこから設計会社に就きました。建物の窓やドアなどの設計を CAD でしていくんですが、それは座ってずっと一日中パソコンを見ながら作業をしていくので、少し健康的には良くないかもしれませんが、私は外で働いて肉体労働力仕事をするよりはパソコンに向かって静かに一人で黙々と作業していくのが自分の中では一番好きな仕事なので、私はよく考えることがあって、日本社会についてとても若者が生きづらい世の中だと思っていて、老人がすごく増えている世の中で、私たちのような若者はすごく少なくなっている。今の日本の政治も高齢者に向けての政策になっているので、若者がいくら頑張っても生活水準が昔より下がっていると思います。人に迷惑をかけないようにっていうのが日本のルールだと、仕事中社会人としての身なりだったり服装だったりっていうのの気をつけてるとこもいくつかあって、やっぱりお客さんと話す時にピアスがついてると印象が悪かったりっていうのがあるので、髪型も長くてピアスもいっぱい開いてるし、タトゥーも入れてるし、この日本の社会のスタイルに合っていないことは承知していますが、自分の父親だったり知り合いだったりにもよく言われるんですが、タトゥーを入れてることとかピアスをたくさん開けてることっていうのは社会人には適していないと。そんな昔ながらの日本っていうのは正直僕は嫌いで、プライベートの時はとても煙たがられるというか怖がられるような見た目をしているので、他の社会人たちからしたら、あいつはなんであんな格好をしているんだとか、なんであんな髪なんだっていうことをよく思われると思うんですけど、正直そこも新しい文化だと思ってて、最近よく聞く多様性っていう時代ではあると思うので、やっぱり自分たちで新しい文化を取り入れて
もっと起点を利かせた頭を使ってもっと理解をしていく。そうすればもっと新しい文化ができてくると思うんで、これからの若者たちも生きやすい世の中になっていくと思います。先輩とかの人たちは結構僕を煙たがっているので、あんまり社会的には孤立してるかもしれないんですけど、プライベートになって仕事が終わってバイクに乗るってなったら仲間がたくさんいるので、僕はやっぱり寂しくなく日々を過ごすことができています。どうなってるかな。うわ、やっぱりベアリングシール抜けてる。だからこっちが圧入されてる。まあ目の前のガソスタが使わせてくれるかっていう。いや、もう空気入れるだけだったら透かしてくれるんじゃないかと思ってない。そんなんでダメって言われたら普通の車の空気入れて嘘だよ。そうだね。あとあれがあるかどうかだよね。エアコンプレッサーですか。いいよなんでもいいよ。自分は、16歳の時に免許を取って、そこからノーマルな普通なバイクに乗って普通にツーリングをしていましたが、やっぱり惹かれるもの、自分がやってみたいと思うものがそこのやっぱ昭和平成時代の走り屋だったり。私たちは1988年、日本、ここは神奈川県秦野にある人里離れた峠道。晴れた日の日曜日には200台ものバイクが群れ集まる。ローリング族は高校生が中心。まだあどけない顔をした少年たちばかりです。ローリング族の少年たちは自分たちのことを走り屋とか峠のレーサーなどという。彼らは仲間たちの前で危険なカーブをかっこよく、しかも速く走ることが最大の目標だという。峠で最も速い男、いわゆる最速の男が峠のヒーローとなり、少年たちの憧れの的となる。普通の運転、普通のバイク乗るっていうことがあまり楽しくなく感じるようになっちゃいました。それはバイクの見た目も一緒で、普通のノーマルな普通なヘッドライト、普通のハンドル、普通な見た目がもう面白くなくて、やっぱりじゃあ少しうるさいマフラーにしてみよう、少しハンドル角度下げてみよう、ヘッドライトの色を変えてみよう、形を変えてみよう、テールランプを変えてみよう、いっぱいいろんなことをやってきました。その中でじゃあどうやってバイクをいじるのかっていうのが一番の問題点で、やっぱ友達に聞くこともすごく大事なんですけど、友達に聞いても全員が全員分かるわけではない、やったことない作業の人だっているから、やっぱり YouTube だったり Google だったり個人のブログ、ABEMA のブログだったり自分のやりたいこと、今やっていること、改造だったり走り屋だったり、それは正直みんなが理解してくれるとは思ってないですし、でもやっぱこの自分の考え方ややってることを理解してくれる人、同じことを思ってる人、同じことをしている人、
あと今その話した仲間たちとやっぱり一緒に走ること作ったりしてることがすごく自分の中ではやっぱ最初の方に言った人生を華やかにしてくれるものだと思ってて。でさっき言ったように自分たちの狭いコミュニティで人に迷惑をかけずにっていうことは言ったけども、やっぱりじゃあ人に迷惑をかけなければ悪いことをやっていいのかって言ったら、迷惑をかけてなければやっていいかって言われたらよくはないんだろうけど、迷惑をかけてないんだったら何がダメなのっていうのが私は今までいろんなバイク仲間とやっぱり会って一緒に走ってはきましたが、こういう危険行為ウィリーだったり走り屋だったりっていうのはそれぞれの、仲間たちと遊んで自分たちなりに技術を高めて練習しています。私はよく警察に追いかけられたりすることが多いんですけど、やっぱり自分たちがやってることは悪いことで世間の人たちに反感を買うものだと思ってるから、正直警察に追いかけられたりすることは致し方ないことだと思いますが、今の若者たち、こういうことをする若者たちにとってはこの警察っていうものはとても邪魔なものだと思っていますし、僕たちは人に迷惑をかけないようにやっているので邪魔しないでほしいと日々思います。でその捕まるリスクっていうのは正直ツーリングライダーはせいぜいスピード違反とか車線変更とかのそこら辺で捕まるだけだけど、やっぱやってることがやってることだから、その共同危険行為とかでやっぱ捕まる人は周りにいますし、で警察がじゃあ追いかけてきて捕まえてきた時に引きずってしまった、公務執行妨害になりました、
1年間刑務所です全然あるし、やっぱその共同危険行為になるとそいつ一人じゃなくて一緒にいる仲間全員、一緒にただ走ってただけの仲間10人20人一気に逮捕されることもあるから、そこは自分たちでも理解をしながらやっぱ最善の注意を払って自分たちなりに迷惑をかけずに遊んでいるだけだと思ってるし、捕まるリスク、事故るリスクは他のライダーに比べてめちゃくちゃ多いと思ってますし、この間3ヶ月前にバイクの友達と走ってた時に事故を起こして、自分のバイクのハンドルが自分のお腹に当たって、亡くなってしまったっていうケースが一番直近ではあるんですけど、同い年のやっぱり走り始めた子、走り屋に憧れてた子が亡くなってしまうっていうのがやっぱり自分の中ではすごく大きな思い入れというか頭に残るものだと思ってて、やっぱそういう話を身近にあったりするとやっぱ自分もより一層気をつけていこうと思うようにはなりました。母親は死ななければいいよ、捕まるのも良くないけど生きて帰ってきてくれればいいから、あとはお前に任せる、お前の人生だからお前の好きなようにやれ、人に迷惑はかけんなよとは教えてくれて、今までそうやって教えられて育ってきたので、今の日本は少し僕たちみたいな若者に対してはすごく窮屈だと思ってて、海外に行けって言われればそうかもしれないけど、俺らは日本で生まれて日本人として生きてんだから、それを日本でやりたいっていう気持ちがあるから、やっぱそこのルールをちょっと厳しくしすぎなんじゃないかな。必ずしも今話した話がバイクだけとは限らずに、サッカーでも野球でもやりたいことがある人はやっていけばいいし、公園でサッカーボール蹴っちゃダメって言われたって練習する場所がないんだったら夜中に隠れてやったっていいし、今俺が話したこと、自分が話したことは全ての趣味、全てのやりたいことに共通するものだと思ってて、まだまだその走り屋の文化は終わらないと思いますし、自分はまだそこを続けていきたいと思ってます。やっぱこういうことをやりたい若者ってこれからもどんどん出てくると思う。自分たちみたいにやりたいことをやってみたいって思う人はすごくこれから出てくると思うし、そんな中でやっぱりどんどんルールって厳しくなると思うし、若者たちどんどん苦しくなると思うけど、やっぱその時代なりの回避方法は多分見出されていくから、今おじさんたちとたまに話すことがあるんだけど、昭和はこんな時代だったよ、平成こんな時代だったよ、ウィリー OK だよ、膝すり OK だよ、街中で何したっていいんだよが30年経った今、ドリフトもダメ、ウィリーもダメ、走り屋もダメ、スピード違反もダメ、いろいろできちゃって、それがじゃあ次の30年経った後にそれがもっと厳しくなるはず。自分のやりたいことをやっていくべきだと俺は思うし、それで捕まろうが死のうが本望だと思うし、どんどんやってっても構わないと思います。俺は30手前には絶対に死のうと思ってるし、そんなに長生きして仲間が死んでいくの、友達が捕まっていくのを見たくないから、俺は先にこの世を去ることを決めています。